おはようございます。ケンです。テスラ株が 95% 暴落する可能性があるとヘッジファンドの大物が警告しています。本当にそんなことが起こるのでしょうか。さらに日本ではモデル S とモデル X の販売が突然ストップしました。一方でイギリスではテスラの売り上げが大きく伸びています。この違いは何なのでしょうか。またテスラの FSD はどこまで進化しているのか、シミュレーションデータを活用し、より高度な自動運転を実現しようとしていると言われていますが、実際のところはどうなのか、今日はこのあたりを見ていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではテスラやテスラ株投資についての最新情報をお届けしていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速内容に入っていきましょう。まず最初ですけれども、著名なヘッジファンドマネージャーがテスラ株は 95% 暴落する可能性があると警告しました。これはテスラの現在の市場評価が高すぎるという指摘によるものです。確かにテスラの株価は昨年末から一気に急上昇し、多くの投資家にとって魅力的な銘柄となっています。しかし、この評価が本当に正当なものなのか、慎重に見極める必要があるとのことです。指摘されているポイントの一つが、テスラの株価収益率、いわゆる PER の高さです。他の自動車メーカーと比べて、テスラの PER は異常に高い水準にあります。これは投資家が将来の成長を見込んでいるからですが、その期待が現実と合わなかった場合、株価が急落するリスクもあります。また、競争環境も大きく変化しています。テスラが EV 市場のリーダーであることは変わりはないんですけれども、フォードや GM、中国の BYD など多くの企業が EV 市場に参入し、競争が激しくなっています。特に中国市場ではテスラのシェアが減少傾向にあるとも言われています。さらに政府の規制リスクも一つの要因です。各国が EV に対する補助金を見直し始めていて、これがテスラの販売に影響を与える可能性もあります。もし補助金が縮小されたり、競合他社の EV にも有利な政策が打ち出されたりすれば、テスラの成長戦略に影響を及ぼしかねません。では、このようなリスクの中で、テスラは本当に 95% も暴落するのでしょうか？それについては次のセクションでテスラの販売動向を見ていこうと思います。はい。では、テスラ株の将来を考える上で、販売動向っていうのは重要なポイントです。実際にどれだけの車が売れているのか、こちらを見ていきましょう。まず、日本ではモデル S とモデル X の注文が一時停止されました。これは突然の決定だったため、多くの日本のテスラオーナーの方は驚いたと思います。当然僕もびっくりしました。しかしこれは単なる販売終了ではなく、新しいモデルの登場を示唆している可能性があります。特に右ハンドル仕様のリフレッシュ版が登場するっていう噂もあり、テスラが次のステップに進もうとしていることが伺えます。これらの噂が今後どうなるのか、ぜひ日本でも引き続きモデル S と X は販売してほしいので、噂が実現してくれることを期待します。一方でイギリスではテスラの販売が好調です。最新のデータでは前年同月比で 20% 以上増加していて、モデル3とモデル Y が特に人気を集めています。イギリス全体の新車市場は減少しているにもかかわらず、EV の販売は 42% も増加しているようです。このことからテスラの需要が引き続き強いことがわかります。しかしアメリカでは少し違った動きもあります。ボルチモア市はテスラとの500万ドル規模の EV 導入契約を一時停止しました。これはテスラにとって大きな痛手になるのでしょうか？実は契約自体は完全にキャンセルされたわけではなく、市が他の自動車メーカーの EV も比較検討している段階です。テスラにとってはこのような動きが他の自治体にも広がるかどうかがポイントになってくると思います。テスラの販売動向を総合的に見ると、地域的によってかなり違いがあることがわかります。イギリスでは販売増加、しかしヨーロッパ全体では販売減少、そしてアメリカではテスラに関して
支持と不支持で真っ二つに分かれている情報も先日お伝えしました。この流れが今後の株価や企業成長にどのように影響を与えていくのか、テスラに投資をするんだったら考えていく必要があると思います。次はテスラの FSD 完全自動運転についてです。FSD はテスラの将来にとって重要な要素ですが、どこまで進化しているのでしょうか。テスラの完全自動運転の FSD は本当に実用レベルに近づいているのか、テスラの成長を考える上で FSD がどこまで進化しているのか、これを知ることは重要です。現在 FSD の開発には実際の走行データではなくシミュレーションデータが活用されています。これはシミュレーテッドコンテンツと呼ばれ、仮想環境の中で様々な道路状況を再現し、AI に学習させる手法です。例えば実際には発生しにくい事故や特殊な道路状況を作り出し、それに対して FSD がどのように対応するべきかを学ばせることができます。この手法を使うことで FSD はより多くのケースを事前に学習し、実際の道路での精度を向上させることが期待されています。特に複雑な交差点や悪天候での運転など、人間でも難しい状況を克服するための重要な技術となっています。しかし、まだ課題も残っています。FSD は国や地域ごとに規制が異なり、すぐに全ての市場で使えるわけではありません。アメリカでは一部の地域で実用化が進んでいますが、日本やヨーロッパでは法律の整備が追いついていないため、導入には時間がかかる可能性があります。とはいえ、テスラの FSD が成功すれば、自動車業界全体に大きな影響を与えることは間違いありません。今後のアップデートによってどこまで進化するのか注目したいところです。では EV 市場全体はこれからどうなっていくのでしょうか。次のセクションでは2025年から2030年にかけての EV 市場の未来について考えていきます。はい。では、ここまでテスラの販売動向や FSD の進化について見てきましたが、EV 市場全体はこれからどうなっていくのでしょうか。2024年の時点で世界の新車販売のうち 22% がプラグイン車で、その中でも 14% がバッテリー電気自動車、つまり BEV でした。プラグイン車に関しては2023年の 16% から大幅に増加しています。今後も EV の普及は加速するのでしょうか。一部の予測では2025年、2027年、そして2030年にかけて EV の販売割合がさらに増えていくと考えられています。特に各国の規制やインセンティブが EV 市場の成長を後押ししています。例えば欧州ではガソリン車の販売を段階的に廃止する方向で政策が進められていて、中国でも EV 購入者向けの補助金が拡充されています。一方で課題もあります。バッテリーの供給が追いつくのか、充電インフラが十分に整備されているのか、そして EV の価格がどこまで下がるのか、これらの要素によって EV 市場の成長スピードは大きく変わってきます。また、テスラだけではなく、BYD、フォード、GM、フォルクスワーゲンといった企業も EV 市場でのシェア拡大を狙っています。特に中国メーカーの台頭は注目すべきポイントです。こうした流れを踏まえると、EV 市場は今後も拡大していくと考えられますが、どの企業がリードを取るのか、そしてテスラがその中でどのような立ち位置を確保するのかがポイントになってきます。次のセクションでは、イーロン・マスクさんがガンと戦う13歳の少年にサイバートラックをプレゼントした話について紹介します。これがテスラのブランド戦略にどのように影響を与えるのかも考えていきましょう。はい。では、ここからはテスラの CEO イーロン・マスクさんがガンと戦う13歳の少年にサイバートラックを送ることを約束しました。これはイーロン・マスクさんの行動の中でも特に注目を集めたニュースの一つです。この少年、デイビー・ジェイ君は、通称 DJ 君と言いますけれども、2018年に希少な癌と診断されました。彼はこれまでに13回もの手術を受け、壮絶な闘病生活を送っています。そんな彼がアメリカ大統領の一般教書演説で名誉シークレットサービスメンバーとして紹介され、一躍話題になりました。そしてその流れで彼はイーロンさんにサイバートラックが欲しいと直接お願いしました。そのリクエストを受けてイーロンさん
さんは前向きに応じる形で彼にサイバートラックを送ることを約束しました。これにより DJ 君の夢が叶うことになります。このニュースが持つ意味は単なる慈善活動以上のものがあります。イーロンさんはこれまでにも多くの社会貢献活動を行ってきましたが、こうした行動はテスラのブランドイメージにも影響を与えます。特にサイバートラックは未来的なデザインや耐久性で話題を集めている車両なので、こうした感動的なストーリーと結びつくことで、より多くの人の関心を引くことになります。テスラはこれまでも企業としてのミッションを持続可能なエネルギーの推進として打ち出してきましたが、今回の出来事は単に EV を販売するだけではなく、人々の心を動かすブランドであることを改めて印象づける出来事になったと言えるのではないでしょうか。では最後に今日の内容を振り返り、テスラの今後についてまとめていきます。まず、ヘッジファンドの大物がテスラ株は 95% 暴落する可能性があると警告しました。これはテスラの市場評価の高さや競争環境の変化が理由として挙げられています。ですが本当にそこまでの暴落が起こるかはまだわかりません。次に日本においてモデル S とモデル X の販売が一時停止されましたが、新しいモデルが登場する可能性があります。一方、イギリスではテスラの販売が大幅に増加し、ボルチモア市では EV 導入計画が見直されています。このように地域によってテスラの販売状況は大きく異なっています。FSD の開発も進んでいて、実世界のデータだけではなくシミュレーションデータを活用することで、より精度の高い自動運転を実現しようとしています。しかし、規制や技術的な課題もあり、今後の動向が注目されています。また EV 市場全体も成長を続けています。世界の新車販売のうち EV の割合は年々増加していて、2025年から2030年にかけてさらに拡大すると考えられています。ただし、バッテリー供給や価格の問題がどのように影響するのかは今後の重要なポイントになります。そしてイーロンさんが癌と戦う13歳の少年にサイバートラックをプレゼントすることを約束しました。これはイーロンさんの影響力の大きさやテスラのブランド価値をさらに高める出来事だったと言えます。では最後に皆さんに質問があります。皆さんはテスラ株の今後をどう予想しますか？ FSD の進化や EV 市場の成長についてどんな意見を持たれていますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい。では今日は日曜日なので、先週の日曜日に行ったアンケートの結果を見たいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 292.98 ドルで、今週末が 262.67 ドルということで、正解は下がるとなっております。では、アンケートの結果を見ていきたいと思います。今回は577票いただいております。ありがとうございます。結果としては上がると答えられた方が一番多くて 54% となっておりますが、正解は下がるですので 34% の方が正解となっております。では次にコメントをくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが4名の方が正解となっております。そしてこれに伴い連続正解ですが、なんと久しぶりの5週連続正解です。AW139MK2 さんが去年の8月に4週連続正解をしていますが、2回目の4週連続を先週達成し、今週新記録タイの5週連続正解となっております。そして4週連続正解で EM さんもなっております。おめでとうございます。さて、来週新記録の6週連続正解となるか、そして EM さんも5週連続となるか楽しみだなと思っております。はい。では、こちらのアンケートなんですけれども、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は価格予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それが
がわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資すると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になられてみてください。そうすることでそういった視点もあったのかと勉強になると思います。そしてコメント欄を通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりしてみてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートをしますので、ぜひゲーム感覚で皆さん参加されてもらったらいいんじゃないかなと思っています。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。はい。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。